ジャングルの中の日本兵。 AI で当時の色を再現してみる。この写真を撮った時、戦争は29年前に終わっていた。だがこの男はそれを知らなかった。フィリピンルバング島、30年間ゲリラ戦を続けた。家族の手紙が届いても敵の罠だと信じた。仲間は一人ずつ倒れていった。最後に残ったのはこの男だけだった。小野田博夫。今日の動画はこの男の物語です。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。若い頃の小野田博夫。 AI で色を入れてみる。1922年和歌山県海南市に生まれた。7人兄弟の5番目。身長は152センチ。海南中学校では剣道に打ち込んだ。飛び込み道と横道が得意だった。中学を出ると漆器の貿易商に就職した。17歳で中国の漢口に渡った。兄の忠夫が陸軍中尉として漢口に駐留していた。小野田は兄に金をもらい、フランス疎開のダンスホールに通い詰めた。中国語を覚え、タバコは1日20本、麻雀もやった。戦争が始まる前の自由な青年時代だった。小野田博夫と弟の重夫。 AI でカラーにしてみる。1942年5月、徴兵検査で攻守合格。小野田は実家に電報を打った。攻守合格万歳と和歌山の第611連隊に入営した。1944年1月、久留米予備士官学校に入った。鬼の久留米と呼ばれる厳しい学校だった。教官の重富大尉は口癖のようにお前はバカだと言った。だがこの教官が小野田を将校に叩き上げた。小野田は後にこう語っている。30年間を支えたのは将校としての誇りだったと。3月5日、兄の忠夫が久留米を訪ねてきた。男らしくなったなと兄は言った。死ぬ覚悟はあるか。ある。死に急ぐな。しかし覚悟はしておけ。忠夫は100円札を渡して去った。これが兄弟の最後の面会だった。陸軍中野学校。 AI で色をつけてみる。1944年9月、小野田は二俣分校に入校した。正門の看板には二俣陸軍訓連隊とだけ書かれていた。実態はスパイと秘密戦の養成機関だった。入校初日、沢山中尉が質問を浴びせた。二俣についてどんな印象を受けた？何個大隊駐留できる？主要産業は何だ？誰も答えられなかった。これが情報だと沢山中尉は言った。中野市学校には独自の教えがあった。茶道家さんに正しい踊り方はない。秘密戦も同じだ。決まった規則はない。状況に応じて自分で判断せよ。もう一つ、秘密戦には誠がある。敵も味方も欺く仕事だったこそ内面の誠実さが最大の武器だと。通常の軍では捕虜になるのは恥だった。だが中野市学校では違った。捕虜になることも許される。偽情報を流すためわざと捕まることもある。卒業演習は4日3番の実戦形式だった。敵が浜松飛行場を占領した。敵司令官を誘拐し飛行場を破壊せよ。小野田は高い評価を得た。この教えが30年間を支えることになる。だがそれは同時に30年間を縛ることにもなった。1945年2月のマニラ。 AI で色を入れてみる。マニラ15フェブリー45と写真に記されている。破壊し尽くされた街だ。小野田がフィリピンに着いたのはこの直前だった。1944年12月、マニラで特別情報隊の谷口義美少佐に報告した。任務は
ルバング島の守備隊をゲリラ戦に導くこと、飛行場と港の桟橋を破壊することだった。出発の前夜、師団長の横山静雄中将が小野田を呼んだ。横山中将はこう命じた。絶対に自決するな、と。3年かかるか5年かかるかわからない。だが、必ず迎えに行く。兵が一人でもいる限り、その兵を率いよ。ヤシの実を食っても生きろ。小野田はこの命令を30年間守り続けた。直属の上官からの直接命令。それを解除できるのも直属の上官だけだった。ルバング島。1944年12月31日、小野田はこの島に上陸した。爆薬と地雷と手榴弾を積んで、島に着いた小野田はすぐに問題に直面した。守備隊にゲリラ戦を伝えたが、暗号にゲリラ戦の語がなかった。遊撃戦と誤訳された。守備隊は小舟10隻を用意して島から脱出する気でいた。小野田は絶句した。あだ名は野田醤油。野田醤油の醤油で醤油。メインディッシュではなく調味料程度の扱いだった。守備隊の士気は最悪だった。飛行場の破壊を拒否する部隊もあった。小野田は偽装飛行機を作った。残骸を並べて新品に見せかけ、敵機の弾薬を浪費させた。1945年1月3日、小野田は敵艦隊を発見した。戦艦津関、空母4隻、巡洋艦4隻、輸送船約150隻、リンガエン湾に向かうルソン侵攻艦隊だった。小野田はこれを打電した。ルバング島での最初の公務だった。2月28日、米兵約50名がルバング島に上陸した。末広少尉が15名で迎撃に出たが、その夜の急襲で戦死した。3月1日、ティリックに本格上陸。巡洋艦の砲撃でティリックの町が消滅した。小野田も右手の小指の先を撃たれた。将校4名が全滅した。動けない負傷兵が20名、テントの中にいた。自決させてくれ、と懇願した。小野田はダイナマイトを仕掛けた。敵がこのテントから見えるまで待て、と頼んだ。後日、そこにはテントも遺体もなかった。巨大な穴だけが残っていた。師団長の死ぬなの命令を小野田は思い出していた。野襲を決行しようとした時、軍、党の鞘を捨てた。自決的な突撃を覚悟していた。だが、敵はすでに撤退していた。小野田は恥じた。師団長の命令に背くところだった。小塚金七、AI で色を入れてみる。戦闘が終わった後、兵士たちは次々と投降していった。41名が降りた。島に残ったのは4人だけだった。小野田博夫、24歳、少尉、リーダー。島田正一、31歳、伍長、旗根。射撃の名手で炭焼きの経験があった。小塚金七、25歳、一等兵。寡黙で決断力がある。八王子の農家出身。赤津克美、23歳、一等兵。東京の靴屋の息子。体力も精神力も4人の中で最も弱かった。4人は誓い合った。最後まで戦い抜くと。赤津は何度も脱走した。その度に島田が連れ戻した。だが、1949年9月、赤津は完全に姿を消した。6ヶ月後にローックで投降した。小野田は後にこう語っている。あの生活は彼には無理だった。と。赤津の情報で捜索隊が来ることを想定し、弾薬の隠し場所を変えた。4人が3人になった。赤津の投降後、3人はより積極的な戦術に切り替えた。遭遇したら躊躇なく発砲した。横井正一、グアムから1972年に帰還した元日本兵だ。 AI で色をつけてみる。横井はジャングルに隠れて生き延びた。だが小野田は違った。隠れていたのではない。戦い続けていた。終戦後、ビラが何度も巻かれた。山下将軍の命令に直接直命とあったが、小野田は聞いたことがない用語だと判断した。印刷ミスも見つけた。偽物だと結論した。
1952年、兄の敏夫の手紙と家族写真が飛行機から投下された。本物だった。だが写真に血縁でない人物が写っていた。小野田は偽物と判断した。中野市学校で学んだ論理が完璧に機能しすぎていた。小野田にはこう見えていた。日本軍が偽メッセージをアメリカにつかませ、ルバング島奪還を匂わせている。家族写真の間違いは信じるなという暗号だ。と。もし日本が負けたなら、1億玉砕で国民は全員死んでいるはずだ。新聞に人々の暮らしが載っている。だから日本は健在で、戦争は続いている。小野田はそう信じた。38式歩兵銃。小野田が30年間使い続けた銃だ。ヤシ油で毎日手入れした。アリが銃身に泥を詰めるのが最大の敵だった。1953年6月、漁民との遭遇戦で島田が右膝を撃たれた。小野田も右手薬指を負傷した。40日間、小野田が島田を看護した。牛歯で傷口を封じ、毎日破沸した水で洗浄した。薬は一切なかった。膝は曲がるようになったが、島田は早く動けなくなった。島田は気力を失い始めた。妻子の写真を見つめて、10年、丸10年だ、とつぶやくようになった。1954年5月7日、捜索隊と遭遇した。島田は木の横に立ったまま銃を構えた。だが、一発も撃たなかった。敵弾が眉間を貫通した。即死だった。なぜ撃たなかったのか。敵が日本国旗を掲げていた可能性がある。旗を見て一瞬躊躇したのかもしれない。小野田は、伏せろと叫ぼうとした。だが、声が出なかった。30年後もこのことを悔やんでいる。2ヶ月の島田の保全で、小野田はルバング島で初めて泣いた。小塚と共に復讐を誓った。島田が死に、小野田と小塚の2人だけになった。ここから18年間、2人は一緒に戦い続けた。2人の関係は本当の兄弟以上だったと小野田は語っている。ほぼ無言で意思疎通ができた。だが、激しい喧嘩もあった。小塚が、お前は敵だ、殺してやる、と岩を投げつけたことがある。直後に和解し、以前より強い絆になった。18年間、2人きり、想像を超える距離感だった。バナナが主食だった。牛肉は年に3頭、一発で心臓を射抜く。弾薬を節約するためだ。1頭の牛から約250枚の干し肉を作った。1日1枚で約4ヶ月分。塩は魔法の薬と呼んだ。わずか一つまみで味が劇的に変わった。年間約1リットルが4人分。毎月28日に散髪した。カレンダーは月の満ち欠けで管理した。30年間の誤差はわずか6日だった。正月には赤飯の代わりと雑煮の代わりを作り、天皇陛下の方角に向かって拝礼した。健康管理は手首の太さで体重を推測した。毎日瓶を観察した。量、硬さ、大きさ。服は腐って崩壊するので、島民の衣類で自作した。靴は古靴の革とスニーカーのゴム底をナイロン TC で縫い合わせた。銃はヤシ油で毎日手入れした。弾薬は年間16発に節約した。1960初年、東京オリンピック、日本選手団が入場行進している。1965年、小野田と小塚はトランジスタラジオを手に入れた。東京オリンピックのことを知った。新幹線のことも知った。だがそれもアメリカが改ざんしたテープの再放送だと信じた。二人は新聞やラジオの断片から壮大な世界観を作り上げた。日本は民主国家に移行したが、戦争は経済戦として継続中。中国は日本の支援で建国し、共栄圏に参加している。日米安保条約は日本政府と新軍の間の協定だ。自衛隊は新軍とは別の武装警察だ。小野田はこれを大東亜共栄連盟と呼んだ。中野市学校で共栄圏の確立には100年戦争が必要と教わっていた。二人はあらゆる事実を自分たちの信念に合わせて解釈し続けた。
1972年10月19日、小野田と小塚は乾季の初めに稲の山に火をつけていた。放火作戦と呼んでいた。味方への合図と島民への威嚇だった。火をつけた直後、警察の銃撃を受けた。小塚は右肩を被弾した。肩だけなら大丈夫だ。谷に下がれ。と小野田は叫んだ。だが小塚は腕を胸に押し当て、胸だ。と言った。次の瞬間、もうダメだ。と叫んで前のめりに倒れた。血と泡を吐いた。被弾から死亡まで約8秒間だった。小野田は2丁のライフルを抱えて谷を走った。殺してやる。全員殺してやる。と叫んだ。小塚が死に、小野田は初めて完全に一人になった。意外にも孤独感は少なかったと小野田は語っている。話したいという衝動がなかったと。弾薬を数え直し、あと20年の計画を立てた。年間30発で計算した。復讐を誓い、髭を伸ばした。だが、日費友好の可能性を考え、攻撃は控えた。繰り返し見る夢があった。銃の引き金を引いても、弾が出ない夢だ。小塚の死後は、夢の中の夢、見るようになった。小塚に話しかけようとする。だが小塚はいない。鈴木のりおと小野田博夫、AI で色を入れてみる。鈴木のりお、大学中退の冒険家、約50カ国を放浪していた。日本を出るとき、友人にこう宣言した。小野田少尉、パンダ、雪男を見つけに行く。この順番で。と、ルバング島に着いてからわずか4日で小野田を発見した。小野田は銃を構えて鈴木に近づいた。鈴木は震えながら、日本人です。日本人です。と繰り返した。決め手は鈴木の靴下だった。ウール製の靴下にゴムサンダル。島民ならこんな組み合わせはしない。小野田は丸ボロのタバコを1本もらった。30年ぶりの外国タバコだった。一晩中語り合った。甘い煮豆の缶詰を食べ、小野田はこう感じた。30年ぶりに人間の食べ物を食べた。と、小野田は鈴木に言った。52歳だが、体は37か38歳だ。あと20年は戦える。と、そして、谷口少佐の命令を持ってこい。と、鈴木は写真を撮り、日本に帰った。そして、谷口少佐を連れてきた。旭日旗が掲げられたジャングルの中、AI でカラーにしてみる。1974年3月9日、小野田は夕暮れの和歌山岬に向かった。罠かもしれない。30分間身を潜めて監視した。鈴木がテントの前に立っていた。小野田さんだ。谷口少佐、小野田さんです。と叫んだ。テントから谷口少佐が出てきた。軍帽をかぶっていた。小野田は背筋を伸ばし報告した。小野田少尉、命令を受けに参りました。谷口少佐は菊の御紋のタバコを手渡した。小野田は両手で受け取り、天皇陛下への敬意を示して2、3歩ごずさった。谷口少佐が命令を読み上げた。大重視方面軍は天皇陛下の命により戦闘行為を停止。と、小野田は待った。この後、少佐が耳打ちしてくれるはずだ。あれは表向きだ。本当の命令はこうだ。と。だが、谷口少佐はそれ以上何も言わなかった。数秒が過ぎた。本当に負けたのか。なんという間抜けな。30年間のゲリラ戦がその瞬間に終わった。小野田はボルトを引き、弾を抜いた。島田は何のために死んだのか。小塚は何のために死んだのか。嵐のような感情が押し寄せた。その夜、一睡もせず30年間の報告をした。島田と小塚の死を語るとき、何度も言葉に詰まった。鈴木は酒を飲んで、いびきをかいて寝ていた。ジャングルの中で向き合う二人、AI で色をつけてみる。谷口少佐と小野田、30年ぶりの再会だった。ルバング島への派遣命令を出したのは、高橋少佐だった。ヤシの実を食っても生きろ、と命じたのは、師団長の横山中将だった。谷口少佐は、特別情報隊の隊長として、小野田の任務に関わった上官だ。小野田が30年間待ち続けたのは、上官からの命令解除だった。それだけが
小野田を止められる唯一の方法だった。フィリピン軍の関係者に囲まれて歩く小野田。島民が撃ってくる可能性があった。恨まれる理由は十分にあった。小野田と仲間たちは30年間で約30人を殺害したとされていた。レーダー基地でダンクード少将に軍刀を法廷した。少将は一旦受け取り、スムに返還した。小塚がかつて、いつかあの基地を奪取するぞ、と言った場所だった。フィリピンのマルコス大統領に軍刀を渡す小野田博夫。AI で色を入れてみる。1974年3月11日、マニラ。小野田はマルコス大統領に軍刀を法廷した。大統領は恩赦を与えた。フィリピンの島民にとって小野田は英雄ではなかった。30年間の恐怖の対象だった。東京に戻った小野田博夫。AI でカラーにしてみる。1974年3月12日、空港で直立不動の敬礼をした。まだ1944年を生きている男として日本中がテレビに釘付けになった。鈴木紀夫は冒険家から準英雄に昇格した。小野田は出版社を選ぶとき、高額オファーを断った。戦前に愛読した少年雑誌の出版社を選んだ。帰国後3ヶ月で2000ページの回想録を口述した。東京のホテルの窓から車の洪水を見た。30年間、何のために銃を磨いていたのか、小野田はそう思った。小野田博夫、1922年、和歌山に生まれた。22歳でルバング島に渡り、52歳で帰ってきた。人生の最も輝くはずだった30年間をジャングルで過ごした。島田正一は一発も撃たずに死んだ。小塚金七は8秒間で命を落とした。赤津は耐えられず投降した。4人で誓った約束を最後まで守り続けたのは小野田だけだった。鈴木紀夫がウールの靴下で現れなければ、小野田はまだ戦い続けていたかもしれない。52歳の小野田は言った。あと20年は戦える。と、本当に負けたのか。ボルトを引いて弾を抜いた瞬間、30年間が終わった。帰国した小野田は、東京のホテルの窓から車の洪水を見た。30年間、何のために銃を磨いていたのか。その答えは、小野田自身にもわからなかった。日本に馴染めなかった小野田は、ブラジルに移住して牧場を経営した。やがて日本に戻り、小野田自然塾を設立した。ジャングルで学んだ生き方を、今度は子供たちに教えた。2014年1月16日、小野田博夫は91歳で亡くなった。小野田は30年間の人生を戦争によって奪われた。結婚も仕事も家族との時間も全てを失った。それでも小野田は命令を守り続けた。それが正しかったのかどうか、答えは誰にも出せない。だが、一つだけ確かなことがある。戦争は終わった後も人を縛り続ける。先人たちの犠牲の上に今の平和がある。私たち日本人はこのことを忘れてはいけない。今回の動画の参考文献は、小野田博夫さんのワガルバン島の30年戦争。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ読んでみてください。この動画では、戦争の記憶を風化させないために、当時の白黒写真を AI でカラーに復元してお伝えしています。カラーにすることで、彼らが確かにそこにいたと感じていただけたら嬉しい。AI 読み上げによる音声で、お聞き苦しい点があれば申し訳ありません。読み間違いや事実の誤りがあれば、コメント欄で教えてください。これからも、当時の写真を1枚ずつカラーに復元してお届けします。もしこの動画が気に入っていただけたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。あなたのご家族やご親戚に戦争を経験された方はいませんか？どんな小さなことでも構いません。コメント欄で聞かせていただけたら嬉しいです。